こんにちは。今日はまっすぐ編むだけの半袖のカーディガンを作っていきます。とてもシンプルな作り方で半袖のカーディガンが出来上がります。よかったら作ってみてください。作り方は長方形を2枚作って、これを折り曲げて肩と身ごろにします。とても簡単な作り方です。模様編みはこんな感じで、とても簡単なんですが、夏にぴったりな涼しげな模様編みになっています。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 細いタイプで、色はホワイト、 40g で96メートル、使用かぎ針の目安は6号。これを今回8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。この糸はこんな感じで綿 100% でしっかりとしています。で、太さは 1.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。作り方を説明します。さっきも見てもらった通り、長方形を2枚作ります。肩のラインで折り曲げて、片面のこの端を縫い合わせます。こっちはそのままで、このまま裾の方を編んでいきます。で、カーディガンの形にします。とても簡単な作り方です。で、この長方形がこんな感じ。これを折り曲げて、ここが肩で身ごろにします。これを2枚作ります。で、この長さは私は66センチになりました。これは私は女性ものの L サイズで66センチ。もう少し小柄な方はもう少し小さくします。だいたい60センチから70センチぐらいで大丈夫だと思います。L サイズなので多少サイズの変更をします。で、この鎖の数は6の倍数プラス1。この鎖は6の倍数プラス1にします。この好みの長さになるまで鎖を編んで、それを6の倍数プラス1にします。私は鎖を91編んで6の倍数プラス1。ここからスタートします。鎖編みをしていきます。この鎖編みはゆったりと編んでいきます。この鎖がきついと後でこの部分が歪んでしまうので、ゆったりと編んでいきます。このまま6の倍数プラス1まで編んでいきます。私はここではサンプルとして小さなサイズで編んでいきます。6の倍数プラス1の鎖を編んできました。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので、鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この裏の糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、
が1つ目。後で分かりにくくなりそうだったらマーカーをつけておきます。次も細編み。このまま端まで細編みを続けます。端まで編んできました。次は2段目。2段目はこの扇形を編んでいきます。まず鎖3つからスタートします。1、2、3、裏返して、で足元は2つ飛ばして3つ目。この鎖の根元はこの次から数えて1、2、3、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、これで鎖3つと長編み3つ、間には鎖1つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、これを繰り返していきます。また2つ飛ばして3つ目、長編みで扇形を作ります。鎖、1、2、3、1、2、3、1、2、3、で最後はこのマーカーをつけた一番初めの細編み、1、2、3、2本の糸の下、これが2段目。次は3段目。3段目はこの長編み3つと四角、鎖3つから始めます。1、2、3、裏返して、この扇形の1つ目の長編みの上、ここに長編み1つ、次は四角、鎖1つと真ん中2本の糸の下、これで四角ができました。次も鎖1つで扇形の端の長編み、四角が2つ、次は長編み、こことここ、
んな模様で編んでいきます。また四角、鎖、真ん中、四角を作ります。長編み、また四角、最後は鎖の下から3つ目、ここに長編み、上が2本で下は1本の位置、これが3段目。最後は長編み2つになっています。これを繰り返していきます。こことここを繰り返していきます。次またこの扇形、鎖3つ裏返して、この四角の間、扇形、鎖、次はこの長編み3つの真ん中、これを繰り返していきます。四角の間、3つの真ん中、で扇形、で最後は下の鎖の下から3つ目、長編み、ここでは最後は長編み1つ、次は四角、鎖3つ裏返して、隣に長編み、扇形に四角、これを繰り返していきます。で、私はこの細編みから数えて15段、長さは
24センチ、これぐらいにしました。最後の糸は後で脇を縫うときに使えるので3倍ぐらい残しておきます。長方形が2枚出来上がりました。今こんな感じになっています。次はこれを縫っていきます。まず表と裏を確認します。最初の細編みが表の方が表、ここが編み始めたところ、この向きに編んできました。こっちも編み始めたところ、この向きに編んできました。これで見ると、ここが編み始めたところで、この向きに編んできました。で、編み始めたところを合わせます。で、マーカーをつけていきます。まず半分に折ります。数を数えて、この模様を数えていって、真ん中にマーカーをつけます。私の場合はこの扇形を数えて7個、7個と半分、こっちも同じ7個と半分、ここが真ん中になっています。で、最初に編んだ時に長く糸を残した方、こっちに長い糸が残っているので、こっち側を背中にします。こっちには長い糸が残っていて、こっちは短くなっています。この長い糸を使って縫い合わせていきます。端から縫っていきます。止まるところにマーカーをつけます。ここは真ん中、真ん中から4センチか5センチ下がった位置にマーカーをつけます。私はだいたい4センチがここ、こっちも真ん中から4センチほど下がります。これがこんな感じに出来上がります。ここからここまで縫っていきます。今表が上になっています。表を上にした状態で一つ一つ縫い合わせていきます。今長い糸が手前から出ています。こことここを合わせます。で、ここはこの2本の糸の下に針を入れます。で、次からはこの細編みの2つの間、こんな感じで針を入れて、で縫い合わせていきます。こちら側はこの位置、こっちはこの2つのこちら側、でこれで縫い合わせていきます。まず端はしっかりと、で向こう側の角、2本の糸の下、
手前に戻ります。2本の糸の下で、向こうは同じところ、さっきと同じ。これで止まりました。で、次からこっち側、これが端から数えて1つ目、2つ目、1つ目と2つ目の間に針を入れます。で、向こうも1つ目と2つ目の間、ちょっと見にくくなっています。これが1つ目の細編み、ここが2つ目。この1つ目は細くなって見えにくいんですが、ここが細編み。これはあまりきつくならないようにします。次はこの2つ目と3つ目の間、こっちも2つ目と3つ目の間、次はこことここ、で向こうはこことここ、これを繰り返してこのマーカーのところまで縫っていきます。マーカーのところまで縫ってきました。最後はしっかりと留めます。ここまで縫ってきて、最後は2本の糸の下、こっちも2本の糸の下、もう一度で裏に出します。ほどけないように隠します。これで背中が止まりました。次は脇を縫っていきます。背中が終わりました。次は脇を縫っていきます。
今表が上の状態、これを肩のラインで半分に折ります。これで今は裏が上の状態で、縫い終わる位置にマーカーをつけます。まず半分に折って、ここから数を数えて同じにして、この長さは私は19センチ、20センチよりも少し短いぐらいにします。お体のサイズによってはもう少し広くしても大丈夫です。次は端から縫い合わせていきます。残していた糸端を使って縫い合わせていきます。まず角と角、今手前から糸が出ています。向こうは端は鎖3つ、この下から3つ目に針を入れます。上が2本、これで鎖の下から3つ目、手前に戻ります。この長編みの上のところ2本の糸の下で、向こうもう一度これでつながりました。次から一つずつかがっていきます。向こうも2本の糸の下、この鎖も2本の糸の下、長編み、このままマーカーをつけたところまで縫っていきます。マーカーのところまで来ました。マーカーのところでは2本の糸の下2回、あとは裏で糸始末をします。今ここが裏なので、さっきと同じようにほどけないように隠します。両方の脇を縫ってきました。次はこれを裏返します。で、今表が上の状態で、上下を逆にします。次はこの下半分をまずここから細編みを編んでいきます。端の細編みのこの上のところ、新しい糸を持ってきて、細編みをしていくので、鎖を一つ、同じところに細編みで、後で見分けにくくなりそうだったらマーカーをつけておきます。次は長編み、ここに細編み2つ、次も2つ、次も
2つと編んでいきます。まずこの2、次も1、2、1、2、このまま反対側まで、ここまで細編みを続けます。脇の縫い合わせたところまで来ました。ここではこの細編みと細編みの間が広いようであれば、ここに一つ細編みをします。また2つ2つと編んでいきます。ここからスタートして端まで来ました。次は裏返して裏から編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、次もこのままずっと編んで、このスタートしたところまで、ここまで細編みをします。ここまで来たらまた裏返して、ここから細編みを編んでいきます。この表裏表裏の細編みをしばらく繰り返していきます。1、2、3、4、5、5段編んできました。今表が上になっています。また裏返して、次はこの部分を編んでいきます。さっきと同じ鎖を3つ、1、2、3、裏返して足元1つ飛ばして2つ目に長編み。さっきは2つ飛ばしたんですが、ここでは1つ飛ばして2つ目、鎖、これで扇形。足元1つ飛ばして2つ目に長編み、これで少し狭くなりました。これから少し広がるように編んでいくので、ここは少し狭くしました。次も1つ飛ばして2つ目、このまま端まで編んでいきます。ただこの模様はちょうど数が合わないと思います。その場合は脇などで数を調節して模様を揃えます。この足元の細編みを2つにしたり1つにしたり、適当に見た目がいいように整えていきます。で、最後が長編み1つになるようにします。これで端まで編んでいきます。端まで来ました。模様は調節して揃えてあります。端の細編みに最後の長編み、次はこの段鎖3つ、1、2、3、裏返して
表から編んでいきます。この長編みの上、次は四角、鎖一つ。ここからはずっと今までと同じです。このまま今までと同じように編んでいきます。ここまで来たらまた裏返して、これを繰り返していきます。で、好みの長さになるまでしばらく編んでいきます。下の部分を編んできました。今これぐらいの長さになっています。これで長さは26センチ、段数は17段。最後はこの長編み3つの扇形になっています。これが短めにしたんですが、もっとずっと長くしても大丈夫です。お好みの長さにします。この長さで大丈夫だったら、最後は裾に縁を編んでいきます。細編みで縁を編んでいきます。今裏から編んできました。糸が出ているところから細編みをしていきます。鎖一つ、裏返して、今表が上になっています。鎖一つと根元に細編み、マーカーをつけておきます。次はこの扇形の長編みの上、細編み、次はこのスリット、細編み、次は真ん中の長編みの上、ここは細編み2つ。まず1つ目、同じところにもう1つ、これで1つに2つ。次またスリット、長編みの上、こんな感じで縁を編んでいきます。次はこの間、ここは引き抜き編み、針を入れてこれをかぶせます。次からまた細編み、ここ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 と編んでいきます。まず長編み、スリット2つ、次はスリット、長編み、間は引き抜き編み、次からまた細編み、1、2、こんな感じで端まで編んでいきます。
次またここ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 、これで端まで編んで、ここまで編んでいきます。裾を編んできました。最後の細編みはこの扇形の最後の長編み、ここに細編みを3つ。まず1つ目、同じところに2つ目、3つ目、これで1つに3つ角ができました。次からこの模様の部分をずっと編んでいきます。ここには鎖3つ、ここに細編み2つ、次も2つ、次も2つ、2つと編んでいきます。まず1つ目、2つ目、次も1つ目、2つ目、で、ここまで編んでいきます。細編みの部分まで来ました。この細編みのそれぞれに細編みを編んでいきます。まずここ、入れやすいところに入れていきます。次からはこの細編みのところ、一つに一つずつ細編みをしていきます。で、このまま背中の中央まで編んでいきます。背中の中央まで来ました。ここでも細編みをします。まずここ、ここ、ここと編んでいきます。ここは普通の細編み、ここは縫い合わせたところ、ここにも一つ、次はここ、こんな感じになります。次からまた一つずつ、このまま細編みを続けていきます。ずっと編んでいって、ここも一つずつで模様の部分で、このスタートしたところまで戻ってきます。一周編んでスタートしたところまで来ました。これが最後の長編み。最後の長編みにも細編み2つ。これが最初に編んだ細編み。ここに細編み2つで角を作ります。1つ目の細編みのところ、1、2、これで1つに細編み3つで角ができました。最後にここをつなぎます。少し長めに糸を残して切って、最後の細編みから糸を抜きます。で、針でつなげます。これが最初の細編み。これが最後の細編み。
最初の細編みに手前から向こう2本の糸の下、これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で、裏に出します。で、整えます。で、あとは裏でほどけないように隠します。これでつながって縁が出来上がりました。最後に袖を編んでいきます。今までと同じ模様で少しだけ編んでいきます。今、表が上になっています。スタートするのは、この脇を縫い合わせたところ。ここからスタートします。で、これは縫い終わったところによって多少変わってくると思います。同じ模様で編んだら大丈夫です。今、四角を編んだので、次はこの扇形。この扇形をこれから編んでいきます。で、真ん中からスタートします。私はこの長編み3つの真ん中で縫い合わせています。この真ん中からこの長編みの代わりの鎖3つ、新しい糸、同じ模様になれば大丈夫です。で、次はこの扇形の部分を編んでいきます。まずこの長編みから、これはこの位置の長編みの代わりの鎖3つ。ここから1、2、3で、今までと同じ模様で編んでいきたいので、次はこれを裏返して内側から編んでいきます。今までは表裏、表裏と編んできたので、今回も裏返して編んでいきます。私は今、鎖3つ。次はこの鎖長編み、鎖のここに扇形。鎖。これで扇形。で、真ん中に長編み。次また今までと同じ扇形。このまま一周してスタートしたところまで戻ってきます。一周編んでスタートしたところまで来ました。これが最後の扇形。最初の鎖の下から3つ目。引き抜きます。上が2本。これでつながりました。次は裾で編んだのと同じ細編み。
今度はまた裏返して外側から編んでいきます。今表が上、まず鎖一つ、この鎖一つを全部包むようにしてマーカーをつけます。で、このままこの扇形の長編みの上、さっきと同じように編んでいきます。細編みで、真ん中は2つ、1つ1つ、間は引き抜き編み、また細編み、これで一周します。スタートしたところまで編んでいきます。細編みをしてきました。これが最後の長編み。最後の長編みにも細編み。最後の細編みから糸を抜きます。このマーカーをつけた鎖、手前から向こうに針を入れます。で、最後の細編み、上から針を入れます。で、整えます。あとはほどけないように隠します。さっきと同じです。こんな感じに出来上がりました。模様編みも綺麗に出来上がりました。それには綺麗な縁編みをしました。裾にも同じ編み方をしていて可愛くなっています。今置いた状態ではこんな感じなんですが、着るときにはもう少し前を上げてこんな感じで着てもらうとシルエットがとても可愛くなります。で、サイズを測りました。上から下まで60センチ、横幅上が48センチ、下は70センチ、使った糸の重さは220グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。